どうもこんにちは、シンクラ工房です。以前の動画でゼータガンダムバージョン系フレームだけでもかっこいいというので紹介させていただいたんですが、今回はいよいよ全塗装をしていきます。後半ではコマ送り組み立て動画も作ってみたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速作っていきましょう。まずはランナーから部品を切り離していきます。その際少しゲートを残して切り離していきます。そうすることによって部品の破損やえぐれを防止することができます。部品の切り離しが終わったら、今度は切れ味のいい型場ニッパーで残ったゲートを処理していきます。この際部品に対してニッパーの刃を平行に当てるとうまく切ることができます。ニッパーでゲートを切り離したんですが、少しまだ残っているので、こちら鉄ヤスリを使って削っていきます。こちらは1000番から1200番程度の鉄ヤスリを使用しております。この際優しく部品に当てて少しずつ削っていきます。削りすぎてしまうと部品のはめ合いがおかしくなったりしてしまうので気をつけてください。鉄ヤスリだと削れすぎてしまう印象はあったんですけど、はい、このようにツルツルに仕上げることができました。ゲート処理が終わったら今度は塗装に入っていきます。まずはフレームをスターブライトアイアンで染めていきます。初めて使う色だったんですけど、塗ってみるときめの細かいブラックメタリックのような感じの印象でしたね。塗装前と比較するとこんな感じです。左が塗装後、右が塗装前です。黒みが増してテカテカでかっこいいですね。こちらもフレームの一部なんですが、これはダークステンレスシルバーで染めていきます。この色は少し暗めのシルバーとなっております。それでは塗っていきます。塗装前と比べるとこんな感じです。いい感じのシルバーに変化しました。続いてセンサー系の部品は蛍光ブルーで染めていきます。せっかくクリアパーツなんでね、ガイアノーツさんの蛍光クリアカラーを使用していきます。うっすら色がついてきたので一度発光テストをしていきます。ブラックライトを当てるとこのようにいい感じのブルー発光をします。この後もう何層か塗り重ねて色の深みを増していきます。続いて黄色系の部品はスターブライトブラスで染めていきます。こちらは黄色みの強いゴールドになっていて、すごくいい色に仕上がります。僕がね、ゴールドを使うときはだいたいこの色を使用しています。塗装後と比べるとこんな感じです。はい、いかがでしょうか。すごくいい感じのゴールドに仕上がってると思います。続いてこのいい感じに仕上がったゴールドをさらにクリアイエローを使ってテカテカにしていきます。クリアカラーは一気に色を濃くしようとすると液だれの原因になってしまうので、少しずつ色を重ねていくようにしていきましょう。塗装前と比べるとこんな感じで黄色みが増してさらに綺麗になってテカテカになったと思います。次に黒い部品ですが、今回もメタリック系でいくのでメタリックブラックで染めていきます。塗装前と比べるとこんな感じでテカテカメタリックに仕上がりました。続いて僕のチャンネルではいつもおなじみの下地と同じ色のクリアカラーを重ねていきます。下地がメタリックブラックなのでクリアブラックを使用して上塗りしていきます。こうすることによってキャンディー塗装のような仕上がりになります。塗装前と比べるとこんな感じで仕上がっています。色の深みも増してさらにメタリック感も残ってかなりいい感じです。次に赤系の部品ですが、先ほどのブラックと同様メタリックレッドで下地を塗っていきます。こちらもね、いい感じのレッドなんですけど、ちょっとシルバーが混ざってるせいか白っぽい感じの仕上がりになってしまいます。塗装前と比べるとこんな感じです。元々の方がなんか赤かったかなーって感じですよね。こちらの赤みを増すために先ほど同様クリアカラーを重ねていきます。本来だったら同色ということでクリアレッドなんですけど、
クリアレッドを使用すると色が濃くなりすぎてしまうので、クリアルージュで塗っていきます。塗装前と比べていきます。元の状態よりも赤みが増してかなりいい感じに仕上がっています。こちらはスラスターの中身の部品なんですけど、赤く色分けされていたので、今回メタリックレッドを塗った後、蛍光レッドを重ねていきたいと思います。ブラックライトを当てないと分かんないんですけど、スラスターから火が出てるようなイメージを出せるのでいいかなと思います。それではブラックライトを当てて確認していきましょう。分かりにくいんですけど、このような発光をします。続いてブルー系のパーツもまずメタリックブルーで下地を塗っていきます。メタリックブルーもね、やはりシルバーが混ざってるせいかちょっと白めに仕上がってしまうので、この後クリアブルーを重ねていきます。塗装前と比べるとこんな感じです。きめ細かいキラキラが入っていてすごく綺麗ですね。続いてクリアブルーを重ねていきます。いつもはねディープブルー使ってるんですけど、今回はクリアブルーで染めていきます。ディープブルーだと青みが深すぎるというコメントをいただいたので、今回はクリアブルーにしてみました。はい、塗装前と比べるとこんな感じです。塗装が終わったら次に墨入れをしていきます。で、白い部品染めてないんじゃないのと思った方いると思うんですけど、いつものことながら白い部品塗っても伝わらないので今回カットしました。しっかり全部塗ってあります。墨入れはこのようにモールドにペン先を置くだけでスーッと墨が流れ込んでいきます。ガンプラ作ってる中で一番気持ちいい作業ですね。今ただの点になってモールドに流れ込まなかった部分があるんですけど、そこただくぼんでいるだけで筋が入っていないので、事前に筋彫りをしておくと綺麗に墨が流れ込んでいきます。今回ねやり忘れちゃいました。次にエナメル用の溶剤を使ってはみ出した部分を消していきます。使い方は溶剤を綿棒に少量つけます。このようにはみ出した部分を優しくこすっていきます。やりすぎてしまうとこのようにきれいに消えてしまうので注意してください。次にエナメル塗料のゴールドを使ってこちらのピンみたいな部品ですね、塗っていきたいと思います。エナメル塗料は先ほど墨入れしたペンと同じようにエナメル溶剤を使って簡単に除去できるので、はみ出しても怖くないのでどんどん塗っていきましょう。先ほどゴールドを使用した部分はこのように仕上がりました。次にその周辺をシルバーで塗っていきます。白い下地にシルバーとゴールドの組み合わせ、なかなかいいですね。続いてデカールの貼り付けに入っていきます。バージョン系なんでね、やはり量が多いですね。ナンバリングだけで100以上ありました。気が遠くなりそうです。まずはデザインナイフやカッターなどを使用して必要なデカールを切り抜いていきます。デカール同士の間隔が狭いところがあるので切り落とさないように注意していきましょう。切り離したデカールを水につけます。こうすることによって糊が溶けてシールとして使えるようになります。糊が溶けるのを待つ間、キッチンペーパーやタオルの上に置いて放置します。だいたい1分から1分半ぐらいで使えるようになると思うので、それまで待ちましょう。無理に剥がすと途中で破けてしまったりするので注意してください。はい、そろそろ大丈夫だと思うので、こちらのマークセッターを使用して貼り付けていきます。こちらは軟化剤が入っている接着剤になっています。シールの付きを良くするのと、あと湾曲している部分とかにもね貼りやすくしてくれる優れものになっています。先ほどのようにデカールを貼りたい部分に少量塗布していきます。あまり時間を置きすぎると乾いてしまいます。さらに塗りすぎてしまうとシールが滑って貼りたい部分に貼れなかったり曲がってしまったりするので注意してください。それでは貼っていきます。スライドさせて
このように乗せるようなイメージでやっていきます。貼りたい部分角度調整が終わったら、次に綿棒を使って水分を除去していきます。こちらね、注意点なんですけど、あまり強く押し付けると破れてしまったり、せっかく位置を合わせたのに曲がってしまったりします。少しずつ優しく当てて水分を抜いていくイメージでやっていきましょう。はい、胸のパーツデカールが貼り終わりました。これだけで結構苦労したんで、全体となるとね結構嫌ですね。続いてトップコートなんですけど、せっかくツヤツヤに塗ったんですけど、ゼータって絶対ツヤ消しの方が似合うと思うんですよね。悩んだ結果、はい、半光沢で塗ってみました。初めて使用してみたんですが、ツヤツヤ感は消えたんですけど、キャンディー塗装風のキラキラ感は残っているので、かなりかっこよくなったと思います。それでは塗装が完了したので、コマ送り動画で組み立てをしていきます。初めてやったんでね、かなり雑ですけど、最後までご覧ください。はい、コマ送り組み立ていかがだったでしょうか。初めてやったんでね、結構油断して指映り込んじゃってたりしたんですけど、個人的にはねうまくいったんじゃないかなと思います。こちらが完成品。過渡期立ちさせてみました。やっぱりかっこいいですね。反光沢も相まってさらにかっこいい。次にね、スラスターの部分蛍光レッドで塗っていたんですけど、そちらブラックライトを当ててみたいと思います。はい、こんな感じでかっこいいですね。
はい、続いてライフルを構えているシーンをワンカット。さらにウェーブライダーへの変形をコマ送りで撮ってみました。こちらもどうぞご覧ください。コマ送り変形動画いかがだったでしょうか。ウェーブライダーもかっこいいですね。はい、今回バージョン系ゼータガンダムマッドキャンディ塗装いかがだったでしょうか。個人的にはねかなりかっこよく仕上がってると思います。それでは次回の動画もぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。